こんにちは。今回はかぎ針で毛糸のスカートを編んでみました。今これ着ているところなんですが、なんかスリッパが大きくてミッキーみたいになってますが、よかったら編んでいるところをご覧ください。では、スカート作っていきたいと思います。今回使う毛糸はこちら、ダイソーのアクリル毛糸波太です。バーコードですね。で、何を紹介するんだっけ、これか、35g 入っていて、どっかに、約 35g 59mですね。で、かぎ針の推奨サイズが6号から7号、3.5 から 4.0 なんですが、今回は8号でいこうと思ってます。8号だから5ミリでいこうと思います。で、まずこれを使って8号でいくっていうのと、これか。完成品を先に出してると思うんですが、今回のイメージは先に、ベルト部分っていうのか、ウエスト部分を作って、こういう感じでウエスト部分を作ったら、そこからこうスカートにしていこうと思います。このちょっと後ろが透けてる。なので、ずっと今回はこのね 5.0 ミリで最初から最後までいくつもりです。というわけで、まず、ウエスト部分を作っていこうと思います。ウエスト部分はスリップスティッチでいこうと思っていて、だいたいなんか左利きだと全部逆になるんですよね。5センチなので2インチぐらいの長さっていうか、この高さにしようかなと思います。で、まずチェーンですね。チェーンを1、2、3、4、もうちょっとかな。5、ピントがね絶対合ってない。5、6、7でちょっと様子見てみようかな。斜めにしました。1、2、3、4、6、7。そしたら一応今回スリップスティッチなので、引き抜き編みなので、引き抜き編みはあれなんですよねとか目がキュッとしがちなので、最初と最後両方にマーカーというかクリップつけておこうと思います。で、今鎖7つにしたら、立ち上がり用の鎖編み1つ追加して、で、バックループオンリー、この鎖の奥の方だけ取っていく、スリップスティッチにしたいので、最初からこの鎖編みの段階から1本ここを取るやり方でいこうと思います。この1本ね。で、今の1目めできました。こう鎖編みのこの左側、奥側を取っていきます。で、スリップスティッチなので引き抜くだけ入れて、引っ掛けてそのまま引き抜く、入れて引っ掛けてそのまま引き抜く。これを繰り返して、斜めなのですぐですね。で、ギュッてやっちゃうと、引くの時にグッて力入れちゃうと目がちっちゃくなっちゃうので、それに気をつけていただいて、私が自分で気をつけなきゃいけなくって、今最後の目取りました。で、一応最初の方は移動しとこうかな。こういう感じ。そしたらこの糸処理は今回は後でまとめてやろうと思います。で、今立ち上がり1個してひっくり返して、ずっと奥を取っていきたいので、今これが立ち上がりの1目目で、次こっち立ち上がりだから1目目と数えないって言いたかったんですよね。で、今1
ですかさずクリップ付け替えて2目め、この時もこの奥だけ取ってます。でそのまま引き抜く、針入れて糸を引っ掛けて引き抜く、強くやらないようにね、優しくね、こうでこれ最後ロロロロ奥だけ取ってこの繰り返しをひたすらやっていくだけです。で、クリップをね今こうやって編んできて、手前の1個に最後のこの手前の方につけておくとひっくり返すと奥になるので、ここに入れればいいんだなっていうことが分かっていいかなと思います。で立ち上がり1個チェーンして、チェーンは、立ち上がりでしかないので1目目と数えずに、ここ今クリップを入れたばっかりのとこにスリップスティッチをしていきます。スリップスティッチはかわいい編み地が出ると思うんですけど、でも道のりとしては長い全然ねこう分厚くはならないので、ただ伸びるんですよね。こうやってもうちょっとやった方が分かるかな。これをひたすらぐんぐん繰り返していって、抜くだけね。あたた。で最後までいったら手前にクリップを置き換えて、で立ち上がりの1個。時たまちゃんと斜めあるかどうか数えた方がいいかもしれないですね。1、2、3、4、5、6、7あった。でちっちゃくなってないかなっていうのも見てあげて。私はどんどんこうなる癖があるので、優しく優しくやっていこうと思います。でこれでぐーっと幅なんて言えばいいんだろう。全然言葉が出てこない。幅体の幅まで行きたいんですけれど、ジップとかでをつける気はなくって、下からこうスポッと履くようにしたいので、お尻周りが通るような幅までお尻周りぐらいの長さまでこれをひたすらぐんぐんやっていこうと思います。でたまに様子見でね、これを、後でやろうか、こうやって長くしてから、くっつけて、でちょっと履いてみたりとかして、このぐらいだなっていう長さまでやっていこうと思います。はい、ずんずんスリップスティッチをやってきて、このぐらい作ってきました。このぐらいってどのくらいやねんっていうね、100段やりました、私の場合は。でこういう感じで100段で1回これ仮にここで、止めてみて、すごく伸ばして、だいたい自分のヒップ測ってみたら、私の場合は95センチぐらい欲しかったので、それが入りました。で、これからは1回シングルクロシェ、細編みで縁取ってから次の編み方にしようと思うんですが、先に次の編み方をご紹介しちゃうと、シングルクロシェやった後にね、次の段から、模様編みってまではいかないんですけど、こういう感じで、これ細編みと、シングルクロシェ、細編みとダブルクロシェ、長編みを交互にやった編み地をしていくんですけれど、これの心配な方はこのなんていうんだろう、ゲージを測っておいてもいいかもしれないです。これだったら、なんか10センチとかで測るんですよね。で測ってもいいと思います。でそれをヒップの、目数って判断して、ヒップの目数分だけこれを作るのもありだと思う。でこれ、ね、説明する前にそんなこと言ってもあれなんですけどそういう感じです。で大体で大丈夫よっていう方は、私も大体で大丈夫よ派なんですけど、このねスリップスティッチのウエストバンド部分が、お尻通れば下から履けるのでいいかなと思います。
あとはまあ多分緩めに履きたいとかきつめに履きたいとかにもよるのかな。でこのアクリル毛糸、ダイソーのアクリル毛糸はなんかね、私の想像よりも柔らかい素材ですごい伸びました。なのでそういう毛糸のにもよるよねきっとねとも思います。で今これをガッチャンコしようと思います。これが最後の目で、なんかちょっと暗いで、これ最初の目、ねじれがないようにこうやってくっつけて、どうしようかな、こっちでいいか。でまあスリップスティッチでやっていきたいんですけど、これチェーンのとこなのでどうしようかな。チェーンのこの2個取りたい。まあいいか、この1本だけ取って、ここは2個取ろうかな。いや手前だけにしてみようかな。この鎖のこの手前だけ取ってやっていこうと思います。2、3、4、5、6で、私の場合は斜めだったので、これ最後こことここ、最後は両方取ろうかな。最初も両方取ればよかったけどこれ1個取って、で最後はちょっと頑丈にするためにも7取りました。で合体できたので、これでいこうと思います。こっちかな、こっちを表にしていこうと思います。で鎖編み1つして、で今こっちを表にしたから、まあいいか。で今度は、1段ずつ、1段の、スリップスティッチの段に対して1目ずつ細編み入れていきます。シングルクロシェ。で今チェーン1してますね。勝手にしちゃってた。で取るところは適当なんですけど、同じとこ取っていきたい。1目目しました。で私の場合は、100段にしたので100目拾えればいいんですよね。で、今ここ取って、次ここ取ろうかな。この糸ちょっと、糸始末しながらいこうと思います。で今同じとこ取っちゃった。こっちですね、こっち取りたかった。こっちにで今ここ取ったのはこの段を取ったので、次ここの段を取りたいんですよね。なのでここら辺っていう感じで、スリップスティッチなので、ギュッとなってるところに強引にっていうのもおかしいですけど、広げてここで取って、ここで取って、ここで取って、ここで取ってっていうのをやっていきます。で6、これを一周するだけです。で取ってるところは1本取ったらずっと後でもこの1本だけ取っていくがいいかなと思います。ガタガタしちゃうからね。で私はこの今1本取ってるので、ずっとここでも1本取って、ここもこうやって2本も取れるけど表面の1本だけ取っていこうと思います。こういう感じで一周していくと勝手にこれが広がるので、このまま逆ですけどヒップに対してブワッと広がるようになっていければなと思っています。ではぐるっと一周していきます。はい、100目やってきました。でここは、引き抜き編みでつなげたとこなので、無視して最初のこの1目目につなげようと思います。でここだけはね2本取ろうかな。つなげるとこなんでね。でそしたらこの100はもう分かるので、
で、今ねこれが立ち上がり、すごい暗いよ。立ち上がり引き抜きなので、この2個前のが最後の目ですね。でここから模様編みっていうほどじゃない模様編みやっていこうと思うんですが、ちなみに一周してくるとこうやってシングルクロシェを入れてる分ふわっと広がってます。こういう感じで、ここからは往復編みでいこうと思うので、最初と最後をマークしておきます。で1目目いきなり後ろにしようかな。じゃあ、ひっくり返して今来たとこでいこうと思います。まあ模様編みって言っても簡単で、さっきも言ってたんですけど、シングルクロシェと、ダブルクロシェを交互に入れていくだけです。でまずこの1目目、次から普通に2本取ってきます。ここに、最初はシングルクロシェで1目目で、次がダブルクロシェ長編みなので、糸引っ掛けてからここに突入して出してきて2本、もう一回引っ掛けて2本、これがダブルクロシェですね。こっちシングルクロシェダブルクロシェで、次の目はシングルクロシェ細編みの後は引っ掛けて、この次の目上の2本に針入れて2本でダブルクロシェ。あと 1,2 回やろうかな。今これがね、私はこの兵隊って呼んでるんですけど、こうやってねちっちゃく並んでるのが細編みの裏地です。このとこにシングルクロシェ細編み入れて、次は引っ掛けてダブルクロシェ。次今ダブルクロシェしたのでシングルクロシェシングルクロシェの後は引っ掛けて1回2回でダブルクロシェ。もうこの、連続です。こういう感じ。はい、こうやってやっていくと、高さが違う編み方同じことを2回やってしまった。シングルクロシェとダブルクロシェっていうね、こう高さ3回目高さが違う、のを繰り返していくので、何が言いたいかっていうと、こうやってねポコポコとダブルクロシェがキュッてなるんですよね。でちょっとこう可愛らしい編み地になるなと思っていて、私はこれをティッシュクシュクシュ編みって呼んでるんですけど、全然可愛くない例えなんですけど、ティッシュをねクシュってやった時の感じ似てるなと思って呼んでます。はい、でこれで1周してきて、2周目は、逆方向でいこうと思います。まずは最後までいきますね。シングルクロシェダブルクロシェで、これなんか1目奇数になっちゃったな。1目余っちゃった。なんか1目増やしちゃったのかな、減らしちゃったのか。まあいいでしょう。私よくこういうことあるので、とりあえず、偶数で終わりたいと思います。この編み方は偶数の方が楽なので、偶数に5位にしました。本当は偶数だったのに奇数になっていた、いつの間にか。でちなみに、今こっちが、表で、裏を見るとこういう風にポコポコポコって出てくるんですよね。これがねめちゃめちゃ可愛いんですよね。ポコポコしてるでしょ、ポップコーンみたいな。で今回は下にねスリットを入れたいので往復編みにしようと思ってるんですけど、これずっと片側編みでいったらこのポコポコが出てくると思うので、それも可愛いけど、今回はちょっと往復でいこうと思います。で今最後の目いったので、ここに入れて、普通に入れようかな。普通に引き抜き編みしてキュッとして立ち上がり。そしたら、またひっくり返して今度は逆のことをしていきます。今これが最後の逆のことはしていきません往復編みの時は最後が今これダブルクロシェで終わってるんですよね。シングルクロシェダブルクロシェで終わってるので、また同じようにシングルクロシェダブルクロシェをやっていけばいいだけですね。引っ
1目目にシングルクロシェ、ダブルクロシェ。そうするとひっくり返してるからダブルクロシェの上にシングルクロシェで、さっきのシングルクロシェの上にはダブルクロシェってなってきます。なのでシングルクロシェ、ダブルクロシェがひたすら続けばいいんだ。片方編み、片方にぐるぐる編みだと、交互にしなきゃいけないんですけど、往復でやってて、しかも偶数で終わらせてるので、やってること自体は細編みと長編みの繰り返しで、最後長編みで終われば合います。今ちょっとフレームアウトしてた、こういう感じで、たまに手を止めて合ってるかなっていうのを確認した方が私的にはおすすめです。手がねやっぱ自動で動いてて、ちょっと違うこと考えてるとシングルクロシェ2回いっちゃったりとか、ダブルクロシェは手癖でねいっちゃうことがあると思うので、たまにねふーって気を抜いてぼーっとこうやって眺めるといいかなと思います。すごくピントが合っていないはい、でこれを今ヒップの長さ、ヒップの幅に合わせたので、そのヒップまではずっとこれやっていこうと思っています。で、何センチやったのか、何段やったのかを、様子を見てちょいちょい試しに履きながらやっていこうと思います。で今私も喋りながらやってたから合ってるかな。糸がなくなりそう。これ1玉目ですね。なので、どうせだから糸を変えるところもお伝えしようかな。ちょっとお付き合いください。ここまでいって、もう一個いける？ダブルクロシェのところで糸変えようと思います。はい、2玉目持ってきました。中から糸取り出して、でちょっときついかな、きちったかな。ダブルクロシェを次しますよね。でちょっと厳しいかも。よいしょ。この最後の本当はこうやるところで新しい糸にします。でこっちを表にしたいから裏に当てればいいのか。裏こっちにしたので、こっちに糸を当てて押さえときながらこれで引き抜くと一応糸は変わりました。でまだ不安定なので、どっちかの糸だけ巻き込みながらいこうかな。もう片方は、次の段で巻き込むか、最後にやろうと思います。で今ダブルクロシェが終わったので、次またシングルクロシェですね。で前の段を見るとちょっと長めのものが入ってるので、ダブルクロシェが入ってるなって分かるので、次はシングルクロシェだなっていうのも分かると思います。キュッキュッとしてね。なんかこれどれだ？何かが緩い。で次ダブルクロシェなので引っ掛けて、置いてこうかな。やってこうか。はい。でシングルクロシェこうやって糸始末のタスクが入ると次何するか忘れちゃうので、そういう時は糸始末はもう諦めて後がいいですよね。私もこの辺にしとこうかな。とりあえず固まったので糸、ここでね1玉目終わったなっていう分かるとも思うので、後で糸始末することにしましょう。はい、こうですね。なんかね今日風が強くってなんか不可解な音が入ってたらすみません。それは全部風です。
特にねこの家のなんか場所的に、部屋の場所的に風がすごくこう当たりやすい、ビル風って言えばいいのかなが結構あるらしくって、私じゃないんですけど、家でね電話してたら、電話先の人に、電話の相手の人になんか赤ちゃん泣いてますかって言われたらしくって、違いますみたいなこれは隙間風ですって言って驚かれたって言ってました。うちはね2人暮らしなので赤ちゃんはいないんですけど、隙間風が時にもなんか犬の遠吠えのような音がするんですよね。でもなんか電話先の人にも聞こえるんだと思って、そんぐらいなんか強い音が聞こえてるらしいです、うち。なのでなんか変な音が入ってたらすみません。はい、こういう感じで、なんて言ったっけさっき、ヒップの長さまでやってって何段やったかをお伝えしようと思います。はい、ぐんぐん進んでって、何回かいそいそと脱いだり着たり、先に脱げないよ、着たり脱いだりしつつ、今これがヒップの一番なんて言えばいいの、トップ、ヒップの頂上のところ、トップオブザヒップのところ、お尻のところ、つまり一番長いって言えばいいのかな、ところまで来ました。でここから、減らし目していこうと思うんですが、ちなみに私の場合はこのウエスト部分を割と腰履きまでいかないけど、ちょっとウエストよりは下目で履いた前提でこの長さになりました。測るか、22センチぐらいだったんですけど、でこれが1234567891011か、11段、シングルクロシェ、ダブルクロシェの、目のところが11段やってきました。そんで、そう100目ってお伝えしたんですけど、何回かそのね脱ぎ着じゃなくて着たり脱いだりをしてみたら100目ちょっときついなと思って、結果的にシングルクロシェのとこシングルクロシェじゃない、ここのとこ広げて114目にしました。落ちちゃった。でも114目にしたら114目にしたで若干緩くなりましたので、お好みで、じゃあそれも測るか。なので想定、最初100目ぐらいの時は、100目の時は43センチぐらいになればいいなと思って作ってたんですけど、今は実際は、ちょっとねたまんでるんであれですけど、46、もうちょっといくかな、47センチぐらいなのでかける2、94センチになってます。でここから減らし目をやっていきたいと思います。ちなみにこの時点で、この22センチで47センチぐらいのこのスカート、スカートまだできてないですけど、までにもうすでに4玉目に入ってます。だからこの倍ぐらいはかかるのかな。もう最後作った私には分かってるとは思うんですが、さておき、でここから減らし目をしていくんですが、その続きはパート2ということで、よければまたお会いしましょう。